ファッション雑誌とかいろいろな参考とかあるから、それを参考にね、シワとかたるみの着方を覚えていけばいいんじゃないですかね。よろしくお願いします。毎度です。またアドバイス動画のために日野井さんが来てます。どうも。じゃあ今回はコミックスのカバーみたいな絵なんですけど、テンペスさんが送ってくれました。グリーンエナジーっていうタイトルなのかな。コミックスのカバーなんですけど、まずはキャラクターも書いているし、パースも使っているし、あと小さい、小物っていうか壊れてるもの前にあるんですけど、私が気になってるのは角度的に表紙ような絵とか描くなら、こういう角度よりなんか違う角度とか良さそうのはありますか？いや、これはだいたい胸のあたりにアイレベル持ってきてるんで、それはそれで全然構わないんでしょうね。なんか肩のところとか腕が薄くなっていることなんだろうかな。線の入れ方のせいですかね。これはこういうキャラなんだって言ってしまえばそれで通っちゃうんで。そうね、そうね。でも服の線の入れ方とかで、ズボンも黒く売られちゃってるんで、形が分かりにくいんで、これを図解として分解してみましょうか。じゃあお願いします。はい。じゃあまずは日野井さんが多分アイレベル書いてますね。同じようにパースを引いちゃって、じゃあアイレベルに消失点を決めて、そこからパース線を書いて、さっき言ったようにアイレベルは胸のところに来てます。キャラクターの隣にトラジェディって書いてあります。悲劇ですね。上半身はだいたい角度をつけずになんか正面で描く感じなんですかね。下半身の方が多分その上から見てるようになる。そして T シャツは着ているけど、体の下の筋肉はどうなっているか一応書いといて、そうね。こういうポーズだと後ろに足が見れるようになりますね。こういう時になんか真っ黒でジーンズを描いたらなんかディテールが見えなくなっちゃうので、黒よりなんか暗い灰色とかにすることは多いですかね。いや、黒でも全然構わないんで、その分はハイライトで輪郭を取って、そっか。やっぱり腕の筋肉とか書いておくと、その脇の位置とかもっと分かりやすくなりますね。なんか脱力したポーズに見えなくもないんで、ちょっと肩は下げ気味にしてみましたね。そうね。体の座り方とか立ち方で結構感情を入れられますね。やっぱり服はいっぱい描くと自然にシワができる場所がなんか分かりますよね。
よし、ジーンズの素材感があるためにシワとかいろいろ入れてるんですけど、やっぱこれは黒だと、そのシワのあるところで白って書けばいいですかね。まあ、黒って言ってもね、そんなにRBG すべて全振りの黒にする必要はないし、そうだね、むしろ、今ハイライトなんですか。そうですね。なるほど。じゃあ、シワができたところと同じじゃなくて、なんか似たような場所でそのハイライトができそうなところ入れたらいいんだ。なるほど、なるほど。そして黄色を選んで、ちょっと塗ってみたらそれっぽく見えるかなって。ああ、なるほど。そっかそっか。その赤いところはハイライトの線じゃなくて枠でしたね。そして影ですかね。まあ、妙な感じになっちゃったけど、白い部分を黒くすれば、なんとか周りのハイライトで見れるかな。わかりました。それだったらもっと見やすく、形がわかりやすくなりますね。でもちろん、多分ジーンズは黒だったら影は入れなくて大丈夫ですね。まあ、黒に影を入れてもしょうがないんで。何か注目してほしいところとかありますか？そうだな。まあ、シワの入れ方一つで立体的に見えれるんで、で実際のね、ファッション雑誌とかいろいろな参考とかあるから、それを参考にシワとかたるみのやり方、描き方を覚えていけばいいんじゃないですかね。そうね。私、シワの入れ方とかいろんな本とか見てたんですけど、やっぱり何回もなんか参考を見ていろんな服を描いてみた方が多分よくあるパターンがなんか覚えやすくなりますね。布の厚さによって全然シワの入り方違ってくる、そうですね。あとは私が気になってたところがそのキャラクターの T シャツの脇を描く線がこういうところに線を描いてもいいけどやっぱり筋肉を考えて多分もう少し低いところに来ていますね。まあキャラクターの描き方はみんなそれぞれだけど一般用な人間だと多分そんな感じだね。まあ結構こういう縫い目は肩の縫い目とか忘れずに描いておくとそれっぽく見える。本人が描いたポーズだと後ろに足元が見えれるようになりますね。足元入れると説得力が上がりますし、まあもうちょっと脱力してるような感じだったら、もっと星座っぽい。外側に足を向けてペタンと取ってもいいし。確かそうね。ちょっと辛そうだけど。ちょっと個人的な質問なんですけど、悲劇っていうサブタイトルが書いてあるので、なんか悲劇なのにもっと姿勢が悪くなることはなんか悲劇という感情に合ってるのどう思いますか？いや、なんか表情がね、目が点になってるから十分悲劇を演じてるんじゃないかな。
確かにそうですね。姿勢以外、他にも感情で表現できるところはいっぱいあるし、大体そんな感じですね。最後に本人にワンポイントアドバイスとか、これから挑戦してほしいところとかありますか？まあ、ほら、他のね、漫画やアニメでもいいから、模写すると、こういう書き方してるのかって理解できるから、そういうこともお勧めします。いっぱいアニメ見ましょう。別に見る必要ないから、これで十分だから。わかりました。じゃあ、皆さん、このシリーズの中で他の動画いっぱいあるので、見てください。あとはチャンネル登録お願いします。じゃあ、ひのりさん、ありがとうございました。バイバイ。